こんにちは。そしてアッサラームアライクム。シドニー在住の日本人ムスリムアヤです。この番組イスラムの扉では、改宗ムスリムの私アヤがイスラムの教えやリアルな暮らしをゆるりとお届けします。ぜひ最後まで聞いていってください。これまでイスラムのイメージとギャップだったりとか、神様唯一神アッラー、1400年変わっていないクロアン、コーラン、そして預言者、またアダムとイブのお話なんていうところ、いろいろお話ししてきたんですけれども、今日は、イスラムに興味を持った人がよくぶつかるであろう疑問についてお話ししたいと思います。その前に一つ質問です。もし自分が海外旅行をしていて、マナーの悪い日本人観光客を見たらどう思いますか？きっとすごい恥ずかしいな、日本人の株を落としてほしくないな、でも日本人全員がこんなんじゃないよっていうふうに思うと思います。で、日本の国の例えば文化が素晴らしいことっていうのと、一人一人の日本人が完璧じゃないことっていうのは全く別の話ですよね。で、実はイスラムも当たり前ですけど全く同じです。で、教えは素晴らしいのに、なんでムスリムはちょっと違うことをしてるんだろうみたいな、今回はこのイスラムという教えとムスリムという不完全な人間との間に生まれるギャップについて、どんな風に私たちが向き合うべきなのかっていうところを私が学んだことについてシェアしたいと思っています。で、今日お話しするポイントはシンプルに3つです。で、1つがイスラムとムスリムは違うっていうことですね。で、2つ目について、これは信仰はいつも揺れ動いてるっていうことについてです。で、最後にですね、私たちの基準はどこにあるべきかっていうところについて、クラーンだったりハディースからお話ししたいと思います。では始めていきましょう。まず一つ目ですね。イスラムは完璧、ムスリムは人間であるっていうところです。これはイスラムの世界で古くから語り継がれてきた、このギャップを理解するための言葉になります。イスラムっていう教えは神様から下された一点の曇りもない完璧な、理想の道しるべというふうに言えると思います。で、反対にムスリム、つまり私たちっていうのは、その完璧な道を一生懸命進もうとしている、普通の人間っていうことで、人間はそもそもイスラム教ではですね、完全ではない不完全なもので、間違いを犯す存在であるっていうふうに信じられています。で、預言者ムハンマドもですね、こういうふうに言っています。アダムの子、つまり全人類は誰もが間違いを犯すものである。そして間違いを犯すものの中で最も優れているのは悔い改めるものである。で、イスラムが最初から人間は不完全だよっていうことを教えてくれているんです。だからムスリムが間違いを犯すのは当然のことで、大切なのはその間違いに気づいた時に神様に悔い改めて神様の道に立ち返ろうというふうにする、その姿勢が大事だというふうに教えています。では、次のポイントですね。2つ目、信仰はいつも揺れ動いているっていうところについてお話しします。なぜムスリムも間違いを犯してしまうのかっていうのは、先ほどお伝えしたように、人間だからっていうところはメインのポイントなんですけど、他にもですね、もう一つの理由というのが、私たちの信仰心っていうところ、これはアラビア語でイマーンというふうに呼ぶんですけれども、この信仰心の状態、心の状態っていうのは、私たちの気分が、嬉しいことがあったら上がったり、悲しいことがあったり下がったりみたいな、そんな風に気分って基本的に常に揺れ動いてると思うんですけど、それと同じように、この信仰心イマーンについても常に揺れ動いているという風にイスラムでは考えられています。で、すごく調子がよくって、いつもの、例えば5回のお祈りと、それ以外の追加の、お祈りをしたりとか、あとは他の人にいつもよりも優しくできたとか、人助けができたとか、そういう調子がいい日もあれば、やっぱり人間なので誰しも心が疲れてちょっとあんまり頑張れない日とかっていうところもあります。で、ムスリムはみんなこの人生の中でこのイマーンの波を、経験するものとされていて、実際
私も常に経験しているのですごくわかるんですけど、この浮き沈みを経験しながら少しずつ学んで実践を重ねることで、その波が少しずつ穏やかになっていくっていうのがあります。でやっぱり知識をつけることと実践をしていくっていうことをしないとそのイマーンの波、信仰心の波っていうのはすごい大きなものになって不安定なものになりがちなんですけど、それを少しでも抑えて穏やかな心を保つっていうところにおいて、個人的には学びっていうところと実践をやめないっていうところがすごく大きなものだなというふうに感じています。ムスリムの皆さんももしこういうことをしたら安定するよみたいな tips があればぜひ教えていただきたいなと思います。で預言者ムハンマドもですね、こういうふうに教えてくれています。アッラーに最も愛される行いとは、たとえわずかであっても最も継続されるものである。でこれっていうのは新しく改宗したムスリムの人が陥りがちな多分罠だと思うんですけど、何でも全部完璧にしたいっていうふうに思って最初からフルスピードで行くこと、もちろん間違ってないですし、それもすごく大切なことなんですけど、結構燃え尽き症候群になって最初頑張れたのに途中でもうプチンと切れてしまうっていうのは、何事においてもその信仰だけじゃなくって勉強とかにおいても同じだと思うんですけど、少しであっても継続するものの方が神様からしては価値が大きいっていう風に言ってくださっているんですね。なので最初から全部できるぞっていう人はもちろんいいんですけれども、そうじゃない人は毎日前進することを目標に頑張っていくのが一番いいのかなというふうに思います。でもしですね皆さんが周りで完璧じゃないムスリムの姿を見かけたとしたら、例えばムスリムなのにあの人お酒飲んでるぞとか、そういうちょっと結構びっくりするような光景を目にすることもなきにしもあらずかもしれないんですけれども、そういう時でも他人をジャッジして糾弾するのではなくって、この人も自分なりのイマーンの波の中で頑張ってる最中なのかもしれないなと温かい目で見守ることが大事かなというふうに思います。もちろん間違ってることをしていたら、優しくアドバイスをすることは大切なんですけれども、基本的には自分と神との個人的な関係っていうところではあるので、そうですね、相手のことを全部知っている状況を知っているわけではないので、何でもかんでも勝手に自分が裁いたりとかジャッジするっていうのは、ムスリムとしては避けなければいけない点だと思います。さて最後のポイントです。不完全なムスリムの行動に惑わされず、イスラムの本当の姿を知るためには私たちは何を基準にすればいいのかっていうところですね。でこの答えはとってもシンプルです。不完全な人間の行動じゃなくって完璧な教えそのものに判断基準を置きましょうということです。で具体的には、聖典であるクラーンに何と書かれているのかっていうことと、あとは神の教えを完璧に体現した預言者ムハンマドはどのように生きたか、この2つのポイントに常に立ち返ると間違いがないという形になります。で、なぜ間違いがないと言い切れるかというと、クラーンにそういうふうに書いてあるんですね。クラーン4章59節の抜粋ですけれども、もし何かのことで意見が対立したならば、それをアッラーと使徒ムハンマドに委ねなさいというものがあります。でここからも分かるように私たちの人生の指針はここにあるよっていうふうにクラーンがしっかりと明確に示してくれているということなんです。でこの視点っていうのは今特に日本で広がっている悲しいイスラムフォビアだったり差別について向き合う上でも非常に重要になるかなというふうに思います。一部のムスリムを名乗る人々がテロとか暴力とか女性を虐げているとか、そういうイスラムの教えとは全く反対の相入れない許されざる行為っていうのをしている事実はもちろんありますが、これって本当にムスリムの一部ですよね。で残念ながらほとんどのメディアっていうのはそういったところだけを切り取ってさもイスラムの教えであるかのような印象操作をするっていうのを何十年も続けてきています。
で、私たちはそういったことをしているっていうのをちゃんと知って情報を見極めていかなければならないと思います。と同時に私たちが思い出すべきなのは、まさに今お話ししてきたイスラムとムスリムっていうのは違うよということです。イスラムっていうのは教えであって、ムスリムっていうのはその教えを頑張って体現しようとしている人であるけれども、もちろん全員が全員完璧にできるわけじゃないし、それを教えを歪めて使っている人もいるということですね。これは日本人がいい人も悪い人もいるように、ムスリムでも残念ながら悪いムスリムもいるというのと同じです。で、彼らの行動っていうのは、18億とか20億人ぐらいいると言われている、平和を愛する圧倒的大多数のムスリムの代表ではないっていうことをこのポッドキャストを聞いてくださっている皆さんはご存知であると思いますけれども、そういったことを私たちムスリムがしっかりと知らない人には伝えていくのが大事なのかなというふうに思いますね。差別とかをまき散らしている人たちっていうのは、やっぱりちょっと何かしら多分はけ口を見つけたい人々っていうのがそういうことをしているんだろうなというふうに思うんですけど、そこばかりに私たちもとらわれすぎるのも良くないのかなというふうにも思います。なので、私たちが日常的にできることといえば、そういう人たちに対して悪い言葉で返すのではなくって、事実を淡々と伝えていきながら、あとは行動で示していくっていうのが重要なのかなというふうに日々感じています。やっぱり優しいムスリムに出会ったら、なかなかイスラムってやばい宗教なんだっていうふうに思うことって少なくなると思うので、マイノリティな分一人一人が他の人のイスラム像の代表になるっていうことが結構往々にしてあり得ると思うので、お互いできる限りいいムスリムでいて、正しいメッセージを伝えるような形でやっていきたいですよね。はい。では、今回はイスラムは完璧で、ムスリムは不完全な人間であるっていうテーマでお話ししてきました。第一にイスラムとムスリムっていうのは違うっていうことですね。で、第二に信仰は常に揺れ動くものであり、不完全ながらも努力し続けることっていうのが大切だというお話をしました。で、最後に私たちの基準っていうのは人の行動じゃなくて、クルアンと預言者の生き方にある、そこをゴールにするべきだというようなところを、お伝えしてきました。で、前も多分他のエピソードでも何度か言ってますけど、イスラムっていうのは誰かや何かを盲信するっていう宗教ではありません。で、自分で学んで感じて、でそして実践していく中で少しずつ神様との個人的なパーソナルな関係を築いていくっていうようなそんな旅みたいなものだなというふうに思います。で、今回の、エピソードが少しでも最近の、いろんな心ない言葉とかにモヤモヤするケースも多いかなと思うんですけど、少しでも共感していただける内容になっていたら嬉しいです。ブログイスラムの扉に今回の元になった記事を掲載しています。このエピソードの概要欄にリンクを貼っているので、ぜひウェブサイトの記事もご確認ください。よろしければ番組のフォローもお願いします。では、今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。アッサラームアライクム。あなたに平安がありますように。